ご自身の活動を聞きたいんですけど、 SAPT いつから活動してますか？2016年に卓録をメインで始めてデモを出しました。いきなりもう卓録で音源取ってみたいな感じ？卓録で一人でどれぐらいやれるかってことで、自宅にあるシンセサイザーとかリズムマシンを作って、やってみた感じで、そのデモを作って、とりあえずその間ずっと6年ぐらい音楽をやめてたんで、どういう感じでやっていこうかなって感じで作ったデモがたまたまいろいろなところに送ったら、反響があり、で今に至る感じです。16年に始める以前からシンセいじってたんですか？前のバンドで10年ぐらいシンセサイザーがいる、それはバンド編成でやってて、その時はバンドで3人で、今は完全にミニマルアーティストって形で1人ですね。いろんな好きなアーティストとかいると思うんですけど、どのようなアーティストの影響が始めたかちょっと簡単に教えてほしいんですけど。自分が今 SAPT をやる上でベースになってるのが、この辺の70年代後半に出てきたザ・ノーマルとか、スロッピング・ブリスルとか、UK のシェフィールド周辺のエレクトロニクスと言われた人たちがベースになってます。シェフィールドって言うとどの辺になるんですかね？基本70年代後半に出てきたエレクトロニクスのアーティストとかレーベルっていうのは北部が多くて、シェフィールドはやっぱ北の方で TG とかはキングストンハルとかで、マンチェスターが左側にあって、シェフィールドとかそういうエレクトロニクスのシーンっていうのは大体右側にあったっていう、そんな感じで、上にグラスゴーがあって、ロンドンが下にあるっていう。だからこの辺のやっぱミュートとかシェフィールド周辺の UK エレクトロニクスなんかにすごく影響を受けて、今のやってる音楽がベースになってます。なんで北部っていうか北部が多いのはなんでだろう。俺もよくわかんないんですけど、なんかあっちはあっちで独自のシーンがあって、ロンドンに負けるな追い越せみたいな結構気概があって、自分が前ツアーで行った時もあったんですけど、対抗心がすごい、特にグラスゴーとかスコットランドがすごい強くて独自のシーンがあって、なんかそんな感じ。対抗心からそういうヘンテコリンな音楽、ヘンテコリンな音楽がヘンテコリンって言ったらあれかもしれないで、シェフィールドは前のバンドでライブ行った時にやっぱ工業都市なんですよ、ガチインダストリアルシティなんですよ。そんな感じで、やっぱこういう動画生まれる土壌があるんだなっていう。それでシェフィールドのシーンっていうのがこの DVD で出てて、メイドインシェフィールドっていうのがキャバレーボルテーズとかヒューマンリーグとか、シェフィールドのシーンを紹介してる DVD とこれが結構リアルにいろいろと描写されてて、やっぱりこれ象徴的なのがギターを投げるシーン。ちょっとアンチテーゼじゃないけど、アンチテーゼで、俺らはギターはいらないよみたいな。で、なぜかエレクトロニクスのユニットが多い地域で、やっぱりヒューマンリーグの人が感覚的にはパンクだったっていうか、やってるのが。で、指先一つで世界を変えてやる。俺らはギターとかできなくても、指先一つでパンクができるんだって、ヒューマンリーグ、前身のバンドがザ・フューチャーって名前で、なんかそういう感じでやってたっていう。で、この辺の人たちってみんな日本製のシンセサイザー使ってるんですよ。ローランドとかコルグとかヤマハとか。なぜかというと、本国とかアメリカ製のシンセサイザーよりも安い。OMD なんかもデペッシュモードとかもみんなローランドとか使ってて。でも今は逆にもう海外の人にローランドとかコルグなんか人気が出ちゃってるから、ヴィンテージものは高騰しちゃって、日本の人がみんな買わないから、海外の人たちがみんな買いあさっちゃって。もうやっぱり全然安いみたいなシンセの日本製が海外向けにあるし作ってたみたいなイメージもあるんですかね。日本人でそんなアーティストっています当時？そういうシンセ系の北郎を使ってたね、コルグの K700。北郎ってでもなんか結構そっち系の人に支持してたって。YMO とかYMO もね使ってたけど、あの人たちはお金があるから。YMO はもうちょっとタンスって言われるクソでかいモジュールのシンセですね。プロフェットとか使ってたし、やっぱプロフェットはやっぱ高級なんですよ。で、ジョイ・ディビジョンが使ってたアープのシンセとかも、やっぱり向こうじゃ高くて、でもなんかうまくアープのオムニってシンセをうまく使ってクローサーとか全部やってたみたいだけど、基本は高いです。で、安いのを手に入れて創意工夫して作った音楽っていう、なんかすげえ DIY だし、パンクだなって自分の中で。で、多分この人たちの中でもいわゆる普通のギタードラム
ベースの編成のパンクバンドとは違うパンクの精神みたいなスピリッツみたいなものは持ってて、やっぱりそこがすごい面白いなっていう。パンクの形態ですら懐疑的みたいな人もやっぱ多いんだよね。それはすごく感じるね。ちょっと SAPT の音源、今までいろいろ出されてると思うんですけど、SAPT の活動歴というかどういうことをやってるか、まあ基本はミニマルシンセサイザーアーティストということで一人でやってます。で最初に作ったのがこのデモ CDR で、まあ、これを作って、まあ、さっきも同じこと話したけど各所に配ったらライブに呼ばれるようになってライブをやるようになりました、はい、そもそもライブやる前提ではなかったんで。あ、そうなんですね。はいはい。へー。まあ、卓録アーティストでやっていこうかなって、でその後高円寺のベースの飯島さんがやってるコードというバンドのアルバムにシンセサイザーで参加しました。あ、そうなんですね。でこれがリリースされました。で一応 SAPT と並行していろいろ他のアーティストとコラボったりとかして、イギリス人のアダムと一緒にソリストじゃなくて2人だからセカンドということで、セカンドアパートメントということで一応7インチをこれを出してますね。でこれすごいいいデザインですよね。これはなんかアダムの友達のイギリスでレーベルをやってるデビッドさんのデザインで、ジザさんとメリー・チェーンとかサースト・ムーアをリリースしてるレーベルです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でここに頼んだらロンドンのバンドしか出さないからごめんねって言われてだってサーストムーアってアメリカじゃないの？サーストムーアってロンドンにもあれがあるみたいな、住民票が。そうそれでこれ出した後にコール&レスポンスのイアンさんが出したコンピにセカンドアパートメントは1曲提供してます、結構出してるんですよ実は。ウォジットの10インチ、これのカセット B 面のリミックスを4曲やってますよ、コラボで、ウォジット、2回ぐらいライブやって1曲だけシングル出しましたっていうすごいゴージャスなシングルです。一番最初に出したデモが、なぜかイタリアのクラウディオさんに気に入られて、なぜかイタリア版が出ました。ダブイトっていうレーベルですね。でクラウディオさんはイタリア人でもありアルゼンチンにも住んでたことがあって、ホスピタルプロダクツっていうちょっとノイズとかそっちレーベルで店員をやったことがあって、なんかまあそういうコネクションもあり、なぜかオファーが来て、これは300枚ヨーロッパオンリーで出てもうないです。これ何年に開発されたの？2018年とかそんなでもソリストとあとセカンドアパートメントの曲とあとソリストのリミックスが2曲入ってます、でフルアルバムを2019年去年出しました。マンシューとかデモアルタとレカースも言ってたこれですね、で最新作がこれです。これはロンドンのポリテクニックユースっていうレーベルからコンピレーションが出ました、これに1曲参加してます。これは日本では全然有名じゃないけれども海外では結構有名なレーベルで、これ129タイトル目、そんな出してるんですか？すごい出してる、でここのレーベルすごいのがバイナル500枚出しても速攻ソールドアウトになる。でここから近い将来アルバムが出る予定です。ああ、そうなんですね。それ言っちゃっていいんですか？大丈夫でしょうということで、まだあった、セカンドアパートメントをやめた後にカセットを単独で出しました。これはさっきのフルアルバムを出す途中で出したいわゆる過渡期の作品です、だからすごい過渡期って感じ試行錯誤してるなって感じで、さっきのアルバムの間にこれも出してて、実はソリスト&根本潤、これもコラボ作品で、これがノイズコンクリートサンチコと仙台のヘルニアと出したスプリットシングルですね。あとこれがノイズコンクリートのリミックス集、1曲リミックスしてます。以上です。結構出してますね、タイトル。